Hello everyone, this is Colin's channel. 9月といえば夏休みが終わり、新学期が始まる Back to School シーズンですが、外国人の人と話してても日本の学校の校則だったり面白い文化について語り合うことはあるので、日本と海外の学校生活を比較していきます。まず一つ目、夏休みの宿題。夏休みなんて休みなのに宿題あるの？だってその分先生も採点しなきゃいけないってことは先生側の仕事の負担も増えるじゃない？特にインターなんて休みイコール先生もリラックスできる、学生たちも旅行行っちゃう、宿題をするとか自由研究するとか、もうさすが無駄のないなってシンガポールで日本語の塾通ってたんですけど、夏休み期間になるとどっさり練習ワークの束もらうので、休みないじゃんって思いながらヒーヒーやってたのを思い出します。2つ目は制服です。インターでは幼稚園生から制服があるので、日本と同じなんですけど、もしローカルの学校、アメリカのローカルの学校を通ってたら、日本みたいにあんなぴっちりとしたブレザーとか季節によってあれこれ変わる制服はないので、1回は体験してみたかったなっていう気持ちはあります。3つ目、衝撃的だったのが歩いて通学するところ。 What? So dangerous, so hot, or so cold. 夏休みに日本に一時帰国してた頃、1週間だけその地元の学校に通ったことあるんですね。小学3年生とか4年生だったかな。インタの夏休みって6月から8月までだったんで、その間日本に帰って日本で学校体験みたいなのでやらせてもらったんですけど、公立の小学校で私も歩いて登校してました。地獄暑いし、もう田舎の方だったんで田んぼとかミーセミも鳴いてて、学校で散々走り回って疲れた後に歩いて帰るとか、忘れ物したら帰らないといけない、あれみんな毎日やってんのすごくない？アスリート特に衝撃的だったのは、大人がいないのに子供たちでふらふら登校してたところですね。一番先頭に立っている小学6年生に責任があるっていう、前代未聞の子供産んでないのにいきなり母親になったみたいなポジション、すごいリーダーシップだなって今になってさらに感動します。ちなみに私はずっとスクールバスだったので、逃したら最悪 MRT に乗るかタクシー呼ぶか感じでした。もちろんスクールバスではなく親に車で送り迎えしてもらってる子もいたし、稀に電車やバス通学の子もいました。でも大体みんなスクールバスだね。そこで喧嘩あったりそれはそれで大変かもしれないけど、でも歩くよりかは全然楽でした。ちなみにここの学校の同級生は毎朝タクシーで行ってましたそれもすごいよね学校のフロントゲートでタクシーがずわーっと止まってるのは珍しくない光景です。そして日本の学校といえばお掃除それは決定的な違いです。お掃除を自分でやる。これは全世界の子供たちに体験してほしいな。清掃員がいないことにびっくりしました。私も雑巾がけと黒板の何かお掃除やったり、校長室のお掃除やってました。子供の時ずっとメイドさんがいる家庭が多いんですけど、いずれ自分で掃除する日は来ると思うので、掃除ぐらいはした方がいいよね。日本の文化ってリスペクトがある、すごく美しい文化だと思うんです。物に対しても人に対しても敬意を示す、ありがたみを感じる、それは見習うべきところだなと思います。外国人の人に日本の学校といえばと聞くと給食と言うと思います。日本の生徒たちは全員同じ給食を食べる。これもかなりすごいです。しかもみんな教室の中で仲良く先生と一緒にね食べる。なんて平和な光景なんだって感動しました。大体はカフェテリアに行って仲いい友達とだけで食べる。で先生は先生たちのテーブルで食べてたり、オフィスの中で食べてたり、結構先生と生徒の境目があるんですけど、ああやって先生も一緒に食べてくれるのってすごい嬉しかったです。プライベートの話とか聞くことできたし、みんなで同じものを美味しいねって言って食べるのが幸せで、平べったいハンバーガーとか冷凍ピザじゃなくてちゃんとした食事が出てくることに感動しました。栄養バランス考えられている食事ほど贅沢な食事はない。いやあれは素晴らしかった。もう一回体験したい。海外だと宗教上どうしても食べられるものが人それぞれ変わってくるので、日本ならではの文化なのかな。日本の学校は給食も同じだけどテストも同じなんですね。
私はカンニング防止のため一人一人テストペーパーが違いました。だからカンニングトラブルとかあるのかなって。なのでみんな全く同じテストやってるところに驚きました。そして勉強関連だと教科書あんな順番通りに進むところ、教科書はあるけどその順番通りに進むってことは本当に珍しくて、 IB 高校の教科書でもその順番通りに進まず、宿題だけ何ページやるとか、先生がプレゼン作って授業中はそれを見てお家で教科書を使って復習するとかあったんですけど、教科書をさあ何ページ開きましょうって言ってそこから順番に授業中やるのは多分人生で一回もなかったから、日本でこうやって教科書を開いてじーっと座るのちょっと辛かったじっと座れないから、もうちょっと話し合ったり、先生が自分で作ったプレゼン持ってきたり、ゲームやったり、ディスカッションとかアクティビティが多かった環境で育ったので、日本の学校の教科書ベースな文化にはちょっと私はついていけなかったです。校則なのかわからないけど、シャーペン禁止、電卓禁止、お菓子禁止にもかなり驚きました。シャーペンはみんな使うから普通だと思ってたけど、日本で体験入学みたいなのやってた時に5年生からじゃないとシャーペンは使えないとか、多分そんなこと言われたと思います。びっくりしました。私これしか持ってないんだけどってあと電卓禁止、小学生ならわかるんですけど、中学生高校生になってくると大きくてお値段がかなりする電卓を使うんですね。アメリカの公立の学校でもエミリーとか使ってたから、インターだけではなく海外ではあるあるだと思います。でも日本は何使うの？そろばん？でも今はもう電卓普及してるのかな。私が話す日本の時代って平成の話だからちょっと遅れてるかもしれないけど、電卓で二次方程式とかグラフ書いてたり、別に計算は嫌いじゃないけどただ時間の無駄じゃないって感じました。そしてお菓子の話、わかります。だってみんな日本の子たち健康的で真面目に学校に通ってるって印象だから、海外だとって言うとすごい海外かぶりしてる人みたいだけど、本当に海外だとお菓子パーティー普通にあるし、自分の誕生日だったらケーキ持ってってみんなに配ったり、スナックタイム、おやつタイムがそもそもあるから、その時にお菓子食べたりするんで、でも必要ないよねお菓子って。せめてフルーツとかにした方がいいかな。そしたらアメリカやヨーロッパの肥満問題も軽減されると思うんだけど、ビシバシとそこは境目をきっぱり決めている日本の学校には感動しました。お菓子禁止 No distractions We're here to learn, not to play。 それから私が一度体験してみたかった部活。生徒たちって部活にすごい人生捧げてるイメージがあります。夜遅くまでダンスサークルあったり、早朝から呼び出されて校内走ってたり、特にスポーツ系やってる人たちは学校と部活がもう同じレベルの過酷さ、もしくは部活の方が肉体的にさらに過酷っていうケースが多いのかな。ごめんね、日本の友達もそんなにいないし、これも私の偏見なんだけど、部活がすごそう海外では部活というより extracurricular activities、 放課後の習い事程度でスポーツあったりします。大会とかよっぽどやってる人じゃないと、そんなに朝から夜まで部活っていう子はいなかったです。でもそういうのって青春ならではの、燃えてる時にしかできない、若い時にしか体験できないパッションだから、みんなで同じ目標に向かってる、そんな熱いことないじゃない。なかなか部活とか文化祭とか絆が生まれる行事にはとても憧れがありました。今でもあります。日本の体育の授業と海外の体育の授業も全く違うから、それについて話そうと思ったんですけど、体育の授業はまた別で動画にしようかなって思います。例えば運動会の話。運動会なんてここだとフェスみたいな感じでドリンク回ってたり、アイスがあったり、好きなところ行って好きなスポーツやってポイント稼いで、もう音楽ノリノリで自由気ままにやってたんですけど、日本だと赤組白組これってスポーツ全部決まってるじゃないですか。もう日本の真面目さも出てきてるなって。もし気になるよっていう方がいれば、体育の授業は別で動画にしようと思います。最後に、これは日本の学校から見習うべきだと思うところは、上履きがあるところ。汚いじゃん、小学生の靴なんて。ほぼ泥とか草ついたまんま教室に上がって、しかも海外だとっていうか、私が通ってたインターでは地べたで座る時が多いんですね。カーペットで座って、先生だけ椅子に座って本をこうやって見せるとか、とにかく床で座らされます。でもみんな靴
汚いからクリスクロスしてる時 Your shoes are so dirty みたいな感じで嫌だった。小学3年生の時だけインドアシューズっていうルールじゃないけれどもそういうのがあって、教室での決まり事はもう先生それぞれ自分で決めるから、その先生がアジア系のルーツであってインドアシューズを履かせてほしかったっていう気持ちがあったのかもしれないんですけど、小学3年生の時だけ上履きいう存在はありました。でも日本だと教室だけではなくトイレはトイレ用のスリッパ、体育館は体育館シューズ、子供の頃から社会人としてのマナーを植え付けられているようで、こうやって小さい頃から細かいところにも意識するの大事なんだなって違いを見てしみじみ思いました宅配来てちょっと変わったけど洋服終わりです。あくまでも私の体験、私の意見を元にした比較なので、皆さんそれぞれ違う思い、違う意見はあると思いますが、ご参考までに聞いていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ他の比較動画も見てみてください。ではまた、バイバイ。